はい。Hello, everyone. This is Kyoko Nagano from Sake Lovers Inc. Today, we have Nishioka Honten on the interview. I hope you enjoy. それでは、西岡さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、まずですね、はい、西岡さん自身について少し教えていただけますでしょうか。はい、また、酒蔵の、歴史ですとか、酒蔵自体についてでしたり、あと、どのような経緯で、蔵人になられた、杜氏になられたのでしょうかということをお話しいただければと思います。はい、わかりました。皆さんよろしくお願いします。私は花の井という、銘柄の日本酒を作っている蔵元の西岡本店の西岡雄一郎と申します。茨城県の桜川市というところで酒造りをしているんですけれども、もともとは、滋賀県の日野町というところの出身になります。ご先祖様の話ですね。で、私が、そこで、そこから出てきて、茨城県で蔵を立ち上げて、今年で240年を迎えました。1782年の創業になります。で、私で8代目ですね。はい。なんで蔵元で働いてるかと言われれば、これは、はい、酒蔵の、に生まれたものの宿命というものでしょうか。私、長男なので、日本の文化という意味で言うと、長男が家督を継ぐという、古来からの文化がある。それをそのまま踏襲して今に至っています。で、私自身は、会社の社長もやっておりますけれども、当時ですね、製造、責任者も兼ねていて、これは、もともとは、うちも、製造責任者として当時を、雇用していたというか、頼んでいて、専属の当時がいたんですけれども、その職人の高齢化ということ、これからその先、その杜氏さんを、働けなくなった時に新しい杜氏さん見つけてきて、新たに、スタートするっていうのは、それもなかなか大変な作業になるということで、うちのに勤めていてくれた杜氏がまだ若いうちに、私にその技術をフィードバックしていただいて、私自身が、製造責任者としてやっていけるように、ということで、杜氏になりました。で、高齢化というのは一つ、理由としてあるけれども、それとともにもう一つの理由は、営業をやっている私自身が企画した日本酒そのものを私自身が作れるというのがメリットになるので、そういう意味で、製造の自由度がものすごく上がったというのがメリットですね。なので、ちょっと作業としては会社の経営と製造の責任者と両方兼ねるのは大変なんですけれども、小さな蔵をやっていくという意味では、非常に細かく動けるということで、今、こういう体制でやっています。こんな感じで。ちなみに、今、お酒作りを始められて何年目になられるんでしょうか？私自身は、ちょうど21年目ですね。酒造りをやって。で、当時になって5年ほど経ちます。それまでずっと下積みをやってきて。はい。ありがとうございます。それでは次の質問になります。西岡本店のお酒の特徴や他と違うこだわりについて教えていただけますか？はい。私どものお酒の特徴とやりますと、一つは香りを抑えめにした食事に寄り添うような辛口のお酒というのが一つ、コンセプトとしてあって、で、それを演出するためにたどり着いたのが、今展開しているのは熟成酒っていうカテゴリーですね。1年以上、2年、多くは2年以上なんですけれども、熟成をさせて、味をしっかり、お食事の味を引き立てせるような味に仕上げたお酒を出荷するというのを、コンセプトにやっています。
ありがとうございます。はい。次の質問になります。茨はい。城県の日本酒と他の都道府県の日本酒との違いというのは何だと思いますか？これは、ちょっと悩ましいところなんですけど、他の都道府県のことから話すると、結構、例えば一番典型的なのは新潟。新潟淡麗っていうキーワードでやっておられて、淡麗辛口のお酒なんてやっておられますよね。で、西の方行くと、ちょっと甘みのあるお酒だったり、北の方でもちょっと濃い味のお酒があったり、いろいろなんですけれども、茨城県はその中でも非常に柔軟な考えを持った酒蔵さんが多い地域です。日本全国のありとあらゆる主質をいいものを取り入れるという体制でやっておられる蔵が非常に多いかなというふうに感じております。そういう意味で言うと、茨城県の全体で言うと、あまり固定化された固定化されたというか、茨城県独特の味わいっていうよりは、なんかこう、いろいろな味わいを楽しめる、県かなというふうに思います。はい。ありがとうございます。はい。次の質問になります。はい。日本酒は日本文化にとって重要だと思いますか？これは即答で思いますっていうのが、その通りですというのが答えですね。理由としては、意外と皆さん、日本に住んでおられる方感じてないかもしれないんですけれども、私こういう仕事してるんで、その時々にすごく感じることは、日本酒を表す言葉の中に、清酒であるとか、清い酒って書きますね。あと、もう一つ、おみきという言葉がありますね。神のお酒と書きます。もともとやっぱり日本酒は神々が集う国であって、日本のその文化の中から、清酒というのは切り離せないんですね。神様にお供えするものの中に必ずおみきは欠かせないものであって、神事においては絶対日本酒は欠かせなくて、それとともにずっと歩んできた歴史だと思います。本当に実は、根強く文化として残っていて、ちょっとしたエピソードで言うと、大工さんがちょっと家のリフォームとか修理をするってなると、私どもの地元の大工さんなんかよくあるのは、神主さん呼んでお祓いするまではしないんだけれども、ちょっとお酒をそこの場に撒いて、柏手を打って、安全に、作業ができるようにっていうことで、ちょっとお祈りというか、神様に、お願い事をしてから始まる。というのがあったりしますので、やっぱりそのいろんな冠婚葬祭であるとか、いろんな神事であるとか、に、お酒が、実際若い方々どれだけ考えておられるかわからないけども、実は生活の中に必ず寄り添っているというのが日本酒かなと思っているので、文化にとてつもなく日本の文化イコール日本酒と言っても過言ではないかなというふうに私はちょっと極端だけど思っています。ありがとうございます。はい。文化つながりでちょっと聞きたいんですけれども、私はい。のこの写真背景に使っているのは西岡本店さんの写真はい。なんですけれども、うん。あの、確か有形、文化財はい。に建有形登物もなっ録文化。はい。てらっしゃいますよね。はい。その有形文化財について少しお話ししああ、ていただいてもいいですか？はい。これはうちのこの蔵はですね、明治、国への登記したのが明治元年なんですが、約150年ぐらい経っている建物で、それを、街並みを景観を残すという意味で、街の保存という意味で、私どもの桜川市の真壁町というところは、国の重要伝統的建造物群保存地区という地区の指定を受けているので、私どものこういう酒蔵であるとか、その他いろいろな住んでおられる方々が持っている、蔵をですね、
国の方での文化財登録をさせてもらって、この文化を守っていく、この昔からある街並みを守っていくという意味で、私どももそれに賛同して、文化財に登録させていただいているという形になります。はい。ありがとうございます。それでは次の質問に参ります。はい。現在、酒蔵では何名の方が一緒に働いていらっしゃいますでしょうか？はい。これはですね、非常に、これ従業員だけの話をしたら、うちは5名ほどになるんですが、先ほどその神様であるとか文化であるとかっていう話をしたところに繋がってくるんですが、実際、私は信じる人なので、ご先祖様に見守られながら作っている、販売している、製造しているという考え方からいくと、数えきれない方々と共に働いているというのが、一番心の中での正解でしょうか。はい。ありがとうございます。それではは次の質問になります。美味しい日本酒を作る上で最も難しい仕事は何だと思いますか？すいません。大丈夫です。大丈夫ですか。美味しい日本酒を作る上で最も難しいことっていうのが、最もっていうところは結構キーワードで、最もが全てなので、どれもこれもって、これは職人さん全ての人が美味しい日本酒を作るには、例えば麹を作るのが大変だとか、米を研ぐのが、洗うのが、には気を使うとか、絞るときには細心の注意を払うとか、いろんなことを言われると思うんですけれども、日本酒自体の製造メカニズムからいくとすごく難しいところだらけで、なんとも最もつけづらい。だけれども、一番その中で我々が気を使ってこれだけは間違えられないっていうのが一つあって、これが法令遵守ですね。法令遵守って酒税法っていうのがあるので、これが記帳義務っていうのがあるので、そこの、帳簿の付け方を間違うと一番まずいやつです。これはちょっとイレギュラーな答えかもしれないけれども、お酒は、酒蔵それぞれに製造方法は、スタンダードはあるんだけれども、それぞれがちょっとずつ異なって、作る人も違えば、水も原料もそれぞれ微妙に違ってくると、すべてにおいて同じものがないので、間違いがないというのが、私の答えだと思っています。なので、金賞を取ろうが、金賞を取れまいが、なんだろうが、それぞれの職人さんは常に全力でいいものを作っているので、難しいって思いながらはあまり作ってないかな。はい。ただ、一つ、一番大変な仕事、これやるの大変っていうのは、一次方程式とか、二次連立方程式とかを使わなきゃいけない、記帳ですね。法令遵守のための、記帳義務っていうところが一番難しいでしょうか。はい。そんなところです。ありがとうございます。はい。知らなかったです。そんな方程式を使わなくちゃいけない。X と Y とか使いますんでね。Z まで使うから。はい。ありがとうございます。はい。次の質問になります。将来の展望について教えていただけますか？例えば日本酒の生産を続けていくとか、多くの人に日本酒を楽しんでもらいたいとか、そういったこと以外での、将来の展望についてお話しいただければと思います。はい。そうですね。私ども、日本酒は当然作り続けたいと思っていますけども、酒蔵に皆さんが、気軽に出入りできる酒蔵を目指していきたいなというのが一つあります。とても敷居が高く思っていただけるのはありがたいんですけれども、日本酒っていうのは先ほどの文化の話すると、やっぱりその地元に根ざしている、ものである、酒蔵も含めて、で、そこで働く人々も含めてですね、文化と一体化なので、やっぱりそこに、住んでいる方々が、身近に気軽に出入りできるような酒蔵であるといいなと思って日々活動しています。そうですね。それはどうやってやっていったらいいかっていうのはすごく悩みながらやってますけれども、一番は自分の子供たちがまたこの誇りを持ってこの仕事をやっていきたいと思ってもらえるような蔵づくりが私の今のところの目標でしょうかね。はい。
ありがとうございます。はい。あと、日本酒を飲んだことのない方たちに、メッセージはありますでしょうか？例えば、こんなことを知っておくといいよとか、こんなことから始めるといいよなどのアドバイスがあれば教えてください。はい。日本酒のそもそもの、先入観っていうのは結構ある方もいらっしゃって、悪酔いするとか、あるいはちょっと難しそう、飲むのが、あとは、飲むのが難しそうとか、あとはお値段が高いとか安いとか、いろいろありますけれども、ちょっとでも飲みたいと思ったら、ちょっとでいいから口をつけていただきたいんですけれども、その時に、ただお酒として、液体としてちょっと口をつけるではなくて、できればやっぱりお食事とともにっていうところの発想をしていただくと、日本酒の良さがよりよく分かっていただいて、すんなりその日本酒の美味しさとか、楽しみ方にたどり着けるのかなと思ってます。なので、なんていうのかな。初めてビールを飲む人が、なんかおつまみ食べながらじゃなくて、ビールを一気飲みしながらみたいな世界が日本にはまだまだあると思うんですけど、そうではなくて、ちょっと一番簡単なのはお寿司とか、回転寿司もありますけど、あと刺身とか、日本生魚食べる文化なので、ちょっとお魚と一回合わせていただいて、ところから始めていただくと、こんなにもこのお魚のちょっとした生臭みであるとか、あるいは、新鮮なお魚でもその味を膨らませてくれたりとかっていうのがすごくよく鮮明にわかると思うので、そういうところからちょっと始めていただくと、日本酒っていうものの入り口としてはわかりやすいのかなと思います。はい。ありがとうございます。はい。いいアドバイスありがとうございます。あと、いえいえ。西岡本店さんの人気のお酒についてご紹介していただけますでしょうか？はいはい。今、うちはですね、先ほども申し上げている通り、結構熟成したお酒に、主眼を置いて今展開しておりまして、その中で今一番人気があるのが、これかな。これ、泥棒猫さんが書いてあるラベル。これ地元で取れているコシヒカリですね。食べるお米に、普通にご飯として食べるお米を使って、それを原料にして作っているお酒です。えっ、と、まあ、酒として、作るには、とても、製造するのに気を使うお米なんですけれども、お酒に仕上がるととても味わいの深くて、これしかも熟成させると、で、さらにちょっと温めていただくと、もうこれ最高に美味しいお酒になる、化けるお酒です。泥棒猫さんが本当にお魚を盗みながら飲みたくなるような、こんなお酒。これは今、とても人気を、好評いただいているお酒なので、ぜひお試しいただきたいです。はい。他にも何かありますか？例えば、海外にこのお酒が行ってるよとかはありますでしょうか？はいはい。ですね、ちょっといいです。今ね、徐々に来てるんですけど、徐々にっていうか、ちょっと、これ、うちの、今日のインタビューの中のコンセプトからはだいぶ外れたお酒なんですけれども、これ甘酸っぱいお酒になります。ちょっとデザートとか食前、食後に飲んでいただけるようなお酒です。古代米で作ったお酒。先ほどの文化の、もうこれ水を集めたようなお酒なんです、実はね。地元の神社の境内で作ったお米を使って、奉納用のおみきとして作っているお酒なんですけども、これ一般に、その残りを一般の方々にお分けしているというお酒なんですが、これ海外の方にはだいぶ好評いただいてまして、これ日本の方でも、先ほどのちょっと導入部分で言うと甘酸っぱいお酒なので、本当にちょっと辛口のお酒が苦手っていう方なんかにはすごくぴったりですかね。アルコール度数も 8% なので、こういうのもちょっと変わったお酒としてやっております。一回飲んだらちょっとこれはリピーターがすぐついてしまうお酒になりますね。甘いので。はい。以前フランはい。スですごいそう人気なんです。になって、はい。選手としてっておっしゃってましたよね。はい。そうです、そうです。言うの忘れてた。フランスのコンクールのクラマスターっていうのでちょっと賞をいただいて、それでちょっと今輸出もこちらは結構、順調に進んでいるお酒ですね。はい。私お酒飲めないので、私はこういうお酒が
一番飲みやすいですかね。はい。アヒル農法でも、アヒル農法とかっていうふうにおっしゃってましたよね。はい、すいません。なかなか全てを伝えきれてないんですが、そう、無農薬でアヒルさんに、雑草なんかを、害虫なんか食べてもらって育てているお米なので、とてもオーガニックのお酒になりますかね。はい。ありがとうございます。はい。楽しいお話をありがとうございましとんでもた。ないです。はい。これでインタビューは終了になります。Thank you everyone for watching. Today's interview session is over. I hope you liked the interview today. Thank you so much.